くれた方は嬉しいです。どうも、ケイスケです。待ちに待ったレンズがついに発表されました。こちら、タムロン 25-200mm F2.8 5.6 のレンズ、こちら先行でお貸し出しいただきました。ありがとうございます。このレンズといえば僕でしょう。昔から動画見てくださってる人だったら分かると思うんですけども、これの1個前の世代のレンズ、このカメラについている 28-200mm F2.8 5.6 のレンズ、これずっと僕使ったんですよね。そしてもう本当にいろんな人におすすめしまくっていました。なんですけど今ね、ちょっとあんま使ってないんですよね。これなんでかっていう話なんですけども、このレンズ若干画質が足りなかったんですよ。28-200mm この1本で広角から望遠までいけるってもう超画期的じゃないですか。でこのレンズかなり使っていたんですけども、やっぱカメラの画素数が上がっていくことによってちょっとその画質の悪さっていうのが目立ってきたんですよね。僕特にこの α-M2 っていうカメラをよく使うので、これ5000万画素ぐらいあるんですよ。そうするとやっぱね、若干ね、レンズの解像感の悪さっていうのが気になってきたんですよね。それが例えば α7S3 とか FX3 みたいな画素数のそんなに多くないカメラで使うんであれば気にならないとは思うんですけども、特に今の時代高画素のカメラっていうのが多くなってきてるんで、1個前のレンズの解像感っていうのが若干気になってると。で僕はもう昔からこのレンズ大好きなんで、このレンズの画質をちょこっとだけ上げてくれればええんやともうずっと言ってたんですけども、やっと第2世代のこちらの 25-200mm が出たという形になります。で今回はこのレンズもじっくり使わせていただきまして、写真でも動画でもどっちも使ってきましたので、僕の感じたところを全部ご紹介していきたいと思います。早速いってみましょう。はい、ということで今回ご紹介するのはこちら、タムロンの 25-200mm F2.8 から 5.6 のレンズとなります。でタムロンって実は前からね、この高倍率ズーム、広角から望遠まで撮影ができるレンズっていうのを開発してて、実は僕の生まれ年1992年に 28-200mm のレンズっていうのが出てるんですよね。それはねスタート F3.5 からだったんですけども、2017年にこのね 28-200mm F2.8 スタートのレンズがついに発売されたという形になります。F2.8 スタートって衝撃的ですよね。もうカメラやってる人だったら分かると思います、この凄さで。 F2.8 スタート28から200mm なのに、この重さね 550mm、 今回もそれを継承して、若干 25g だけ重くなってるんですけども、こちらの新しいレンズの重さも 575g ということで、ほぼペットボトル1本分と近しい重さになっています。ということで外観とスペックご紹介していきましょう。はい、ということで外観とスペック見ていきたいと思います。まずスペックのところなんですけども、見たら分かる通り焦点距離は 25mm から 200mm ですね。25っていうと結構な広角、ギリギリ自撮りできるかなくらいの広角さから、もうがっつり望遠の 200mm までいけるという形になります。200mm なので、カメラ側ある程度画素数の高いカメラで使うんであれば、スーパー 35mm クロップっていうのを使うと、300mm ぐらいまで使えちゃうよというようなレンズになります。フルサイズ対応のレンズなんで、基本的には α7 シリーズとかそういうものに使うようですね。でレンズ構成は14群18枚、絞り羽の枚数は9枚ですね。で最短撮影距離は広角側で 0.16 メートル、テレ側望遠側で 0.8 メートルとなります。特に広角側だともうハーフマクロぐらいまで近くに寄れて、もう被写体がくっついちゃうぐらい近くまで寄って撮影することができます。で重さは 575g、 フィルター径が 67mm ということで、前のレンズと、こちらの1個前の 28-200mm のレンズと同じフィルター径になっています。背の高さはほぼ一緒で、若干新しい方がちょこっと長いかなという感じで、こうやって伸ばしてみると、このぐらいの差がありますね。これも若干新しいレンズの方が長いかなというような形になってます。で実はこのね、外観の部分も少し変わっていて、 28-200mm の方はちょっとマットな質感なんですけども、新しいタムロンの 25mm-200mm の方はちょっとつるっとした形になってます。少しだけ高級感が上がってますね。この辺微妙になんかこうへこみというかシェイプがあるのも可愛いなと思います。
でレンズの外観としてはほぼ変わってないですね。ズームリングがあってピントリングがあって、ここにレンズ側のフォーカスホールドボタンっていうのかな、カスタムボタンがあります。で、AFMF の切り替えスイッチっていうのはないんですけども、ここにこのズームリングをロックするロックスイッチっていうのはついています。でもう一個新しいポイントで言うと、ここにね USB-C ポートがあるんですよね。ここをつなぐことによってこのレンズカスタムボタンの、カスタムの内容を変更することができるという形になっています。なので AFMF を切り替えたい人はここにねそれを割り当ててあげるってこともできますね。前のレンズはこのねタムロンレンズユーティリティの USB-C のポートはなかったので、これがねサクッと変更できるようになったのもいいポイントかなという形です。ちなみにレンズをつけるとこんな感じですね。でちょうどこうやって手を添えてあげると左手の親指あたりにカスタムボタンが位置しているという形になります。前のレンズ 28-200mm の方はそのカスタムボタンついてなかったんで、よりね操作性は上がっていますね。ケイスケの動画、はい、ということで外観チェックしていただきました。ちょっとねあまりに暗くなってきたんでライトつけました。最近ね冬になるとね暗いので自然光でちょっと撮影しづらいんですよね。困ったもんです。はい、で、気を取り直しましてですね、このレンズの作例そろそろしっかり見ていただきたいと思います。早速どうぞ。そういうの。はい、ということでいかがでしょうか。やっぱね高倍率ズームっていいですね。今までねこの高倍率ズーム使ってなかった時、要は 28-200mm を一旦家に置いてた時ってこっちの 24-70mm の G マスターのレンズを使ったんですよ。やっぱこれすごく便利で使いやすいんですけど、1個表現の幅は違うなと思いました。やっぱ 28-70mm いくら頑張っても 70mm、1.5 倍にしても 105mm あたりまでしかズームできないのと、一発でこれ使ってる間にギュッと 200mm までいけるのって全然違うんですよ。それこそシャッターチャンス来たなって思った瞬間に 200mm までグッとズームしちゃって写真も動画も撮影できるって結構画期的だと思うんですよね。だし普段だとこれわざわざ 200mm にしないなっていうシーンでも一回試しに 200mm にしてみると面白い絵撮れるじゃんみたいな感じで新しい発見にもなるんですよ。なので、わざわざレンズを付け替える必要がないっていう点でももちろんそうなんですけども、自分の撮影の可能性を広げてくれるっていう意味でも結構高倍率ズームはいいなと改めて思いました。でやっぱ画質に関しても上がってて、もうパッと見で分かるぐらい画質すっきりしてます。これねちょっと比較してみたんですけども、文字とか撮ってみると分かるんですけども、やっぱ一段階良くなっています。なんかちょっと前のレンズだとややぼやけるというかちょっとブレてんのかなと思ったシーンでも、今回のレンズであればしっかりとピントが合ってるような感じがします。でもちろんこれに関して言うと G マスターのレンズとか単焦点のレンズとかもう本当にいいよって言われるレンズほどは良くはないんですよ。例えばこのね G マスターのレンズとかを100点とした時にだいたい70点80点ぐらい出てくれてるかなという感じ。全然それでも正直十分です。普段使いするレンズでめちゃめちゃ画質のいいものって実は少なかったりするんで、それこそこのね僕の使ってる 24-50mm っていうレンズでもだいたいさっきの点数に置き換えると85点ぐらいだから、意外とタムロンのレンズとはね、画質の違いはほとんど感じないです。
で、この前の 28-200mm のレンズっていうのは、その微妙な画質の悪さが全体のちょっとぼやけ感にも影響してきたんですよ。だから僕はね、気になったんですけども、今回のレンズであれば、やっぱパッと見もうわからないくらいね、画質が良くなってるので、その点、普通に実用的だなと思いました。普段から写真動画どちらにも使えます。で、あと画質以外に前のレンズでちょっと言われてたのが、オートフォーカスですね。ソニーのカメラで使う限り、オートフォーカスがめちゃくちゃ気になるってシーン、僕はあんまりないんですけども、やっぱり高倍率ズームってことなんで、例えば運動会とか動物を撮るとか、ちょっとね、素早く動くものを撮るっていうシーンが結構あるんですよね。で、そういう時にちょっとオートフォーカスがやや足りないっていう意見もあったんですが、今回の新しいレンズに関してはそこも改善がされていると。こんな感じでちょこっと比較をしてみました。やっぱり新しいモーターが搭載されてるんで、その分オートフォーカスがきちんと合ってくれるなっていう感じです。なんかめちゃめちゃ速度が上がってるっていうよりかは、ちゃんと正確に合うようになったなっていう方が正しいかもしれない。で、もう一個いいなと思ったのが、動画の時の手ブレ補正ですね。これなんか、もしかしたら厳密に言えば変わってないのかもしれないんですけども、なんか最近のタムロンのレンズ、手ブレ補正良くて、この前使った16、30mm のレンズとか、もう手ブレ補正なんかでちょっと良くなってる気がしたし、この新しい 25mm、200mm のレンズも、全然動画で手持ちで使って、なんだ使えるじゃんと。いう感じでした。なんか 200mm まで行くとさ、普通動画ってこうブレブレだったりするはずなんですけども、意外に普通に使えちゃいます。で、やっぱりソニーのカメラで使うときに、ソニー純正のレンズの方が本来は動画の手ブレ補正いいんですよ。で、もちろん確かに差はあるんだと思うんですけども、そこの差がなんかちょっと埋まってきてる感じがして、本当に実用的になりました。という感じで画質も良くなったし、オートフォーカスも良くなったし、動画にも使えるようになったしってことで、結構使えるくない？レギュラーレンズにしちゃおうかなと思うぐらい僕はハマってるんですよ。なので普段はこれをつけっぱなしにして、前ね、僕がやったみたいに、このレンズ1本と、あとは広角の単焦点と、標準中望遠あたりの単焦点1本持っていけば、結構バランスが取れた組み合わせになるかなと思います。そういう風にレギュラーとして使っていこうかなと思うぐらい結構ハマっているレンズではあるんですけども、2点だけは若干気になるポイントがありました。1個はちっちゃなところで、やっぱ AF と MF の切り替えスイッチはちょっと欲しいかなという感じ。確かにこのカスタムボタンでいろんな操作はできるんですけども、やっぱりこのカスタムボタンと別に AF、MF のスイッチ切り替えたいんですよね。っていうのもスイッチの方が触覚でね、指で触った感覚でどっちの方向にスイッチがあるか、要は今 AF か MF かっていうのがもう画面を見ずでもわかるんですよ。この押す動作だとやっぱね、その AF、MF の切り替えっていうのがわからないので、そこはちょっと欲しいかなっていうのが、タムロンレンズ総じてなんですけども、若干思うところです。言うてカバーができるんで、ここはそんなに大きくは気になってないんですけども、もう一個気になるのは F 値のところです。F 値ですね、スペックを見ると確かに広角 2.8 からスタートして、望遠では 200mm。ここはね、あんまり変わってないんですが、中の変化っていうと若干変わっています。もちろん広角 25mm から撮れるようになったので、その分ちょっとね F 値の設定っていうのが変わってるかもしれないんですけども、1個前の 28-200mm のレンズの場合は、まず広角 28mm では F2.8 で、35mm では F3.2、50mm では F3.5、70mm で F4、100mm までいっても F4.5 で 135mm で 5.0、そっから 5.6 になるという形になります。なんですが、新しいレンズに関しては、広角 25mm で F2.8、35mm で F3.5、50mm で F4、70mm で F4.5 で 100mm までいくともう 5.6 で、それ以降ずっとね 5.6 なんですよね。なので、例えば 50mm とか 70mm、100mm あたりで使いたいなっていう話になってくると、1段分とは言わないまでも、3分の1段ぐらい暗くなっちゃうんですよ。だからそこは若干注意って感じですね。明るさもボケ感も、少しだけ変わってきてしまうっていうのは気になるポイントかなと思いました。それでも 2.8 から使えるのはね、強いですよね。その F 値の話で言うと、他にもシグマの 20mm、200mm っていう新しいレンズ出たんですよね。ちょっと前にね、もうこれは出てると思うんですけども、こっちのレンズに関しては、スタートが F3.5 なんですよ。広角 20mm からいけるっていうのが、めちゃくちゃ強みではあるんですけども、スタートが F3.5 で、もう 80mm ぐらいから、F6.3 になっちゃう。みたいな感じなんですよ。僕の場合はやっぱ使うときに IS をなるべく下げたくて、ノイズ少なく撮影したい。だから F 値低い方がええんやというなんかもう F 値低い主義みたいなのが僕の中ではあるので、そういった意味でも今回のレンズに関しては僕はシグマよりもタムロン派だし、その F 値に関してだけ言うと、こっちの新しいレンズよりも古いレンズの方がいいなと思っちゃいました。ケイスケの動画。
はい、ということでもういっぱい喋ってきちゃいました。今回はタムロン 25-200mm のお話をしてきました。新しく発売された高倍率ズームレンズで、今回公式で出てる価格がだいたい14万ちょいぐらいです。で、実売ねどのぐらいになるかわかんないんですけども、多分13万とか12、3万ぐらいになるんじゃないかなっていうような予想をしてます。で、このね1個前の 28-200mm も併売されるらしいんですよね。これはもうね結構前のもう8年前とかのレンズなんで、かなり値段もこなれてきてるんですよ。今見ると8万とか7万8万ぐらいで買えちゃうんですよね。でなので、2つ比較した時にもちろん画質のいいこっちの方をおすすめはします。25-200mm の方が普通に買うんであればこっちの方がいいなとは思うんですけども、例えば α7S3 とか FX3 みたいな画素のあんまり高くないカメラで撮影する分なら、そんな大差ないんじゃないかなと思っていたりします。なんならこの古いレンズの方が F 値がね、途中ね 50mm とか 70mm で低くできる分、実は使いやすかったりするかもなと思ったりしてます。逆に例えば運動会とか動物で撮りたいとか、なんかそういう動き物を撮るとか、あとは高画素機使ってる人っていうのは今回のレンズの方が絶対いいので、そういう風に自分の持ってるカメラをベースにしてどっちの方がいいかなという風に考えれば一番ベストな選択ができるんじゃないでしょうか。さっきも言ったんですけども、この高倍率ズームがあると自分の想像してない新しいズーム倍率でいろんな表現ができるようになるんですよね。なのでこの表現への投資としてこのレンズ僕はねかなりおすすめしたいと思います。引き続きちょっとねレギュラーレンズに組み込むかっていうのを悩みながらどんどん使っていこうと思いますので、ぜひ今後の動画も楽しみにしていてください。ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。